皆さんこんにちは。日本語教師のアッキーです。今回は日本語の音声、アクセントの2回目です。まだ前回のビデオを見ていない方はぜひそちらを見てからこちらに戻ってきてください。前回は音声の基本と2拍の言葉のアクセントの攻略をやっていきました。今回は3拍以上の長い言葉のアクセントの見分け方をやっていきましょう。では、まず前回の動画の最後に出しました例、金閣寺や日本語教育。こういった言葉のアクセントがどうなっているのかというのを見ていきましょう。まず、アクセントを判別する際にとても便利なルールが2つあります。これは共通語のルールで、地方の方言に関しては当てはまらないんですが、共通語に関してはこの2つのルールがあります。まず1つ目。1つ目のルールは、1拍目と2拍目が必ず高さが違うというルールです。単語は短くても長くても、最初の1拍目と2拍目は必ず音の高さが違います。そうすると、単語の頭は、ロー、ハイか、ハイ、ロー、この2パターンしかないということになります。前回の動画で私は犬と猫のパターンでローハイかハイロー、この2つのパターンで覚えてくださいと言いましたが、実はハイハイやローローという始まりの単語はありません。これが1つ目のルールです。そして2つ目。2つ目は一度下がったらもう上がらないということです。単語の中でハイ、ローと一度下がったものは、その後もう一度上がることはありません。これが2つ目のルールです。それを念頭に置いて、長い単語のアクセントを判別してみましょう。まず先ほどの金閣寺という言葉。まずアクセントを判別するときは、頭の1拍目、2拍目に注目してみましょう。先ほど言ったように1拍目と2拍目は必ず音の高さが違います。なのでロー、ハイかハイ、ローしかありません。ですので最初のこの2拍、金、金、この音が犬と猫、どちらと同じかで考えてください。金なので猫、ハイ、ローのパターンですね。金、金、は、猫、猫、と同じパターンになります。そうすると、この金閣寺のアクセント、とても簡単なの、わかりますか？頭の2拍がキーンと下がりました。下がったので、この後も上がることはありません。なので、キーン、カーク寺は全部ローです。はい、ロー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 というパターンになります。金閣寺、金閣寺ですね。このように頭で落ちるパターンの場合は、その後ずっと低いままということになります。では次行きましょう。まず前回の復習ですが、この日本語教育という言葉は何拍でしょうか？何拍でしょうか？これは日本語教育8拍になります。きよできょ。これは一つの拍でしたね。ですので、9文字で8拍ということになります。では、この8拍がそれぞれ高いか低いかを考えていきましょう。まず注目するのは最初の2拍でした。にほ、にほですね。このにほが犬と猫、どちらと同じ音でしょう？これはにほ、犬と同じですね。ですので、これはロー、ハイと上がって始まるパターンの言葉になります。にほ、犬となりますね。始めが上がるパターンですので、この後も先ほどの金閣寺のように単純ではありませんね。始めが上がった場合、その後考えられるのは2パターンです。一つ目はそのまま上がりっぱなしですね。
ロー、はい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 とずーっとはいのパターンです。もう一つはどこかで落ちるパターンですね。ロー、はいはいはい、ロー、ロー、ローのようにどこかで落ちる可能性があります。ですので上がりっぱなしなのか、どこかで落ちているのかを区別する必要があります。日本語教育。最初はにほと上がっています。これがどこまで上がっているのか、皆さんわかりますか？日本語教育。わかりますか？どこかで落ちてますか？落ちてませんか？落ちているとしたらどこで落ちていますか？これはなかなか慣れるまで難しいかもしれません。先に正解を出そうと思います。正解はこのようになっています。日本語教育ですので、教というふうに落ちています。わかりますか？日本語教育、教育ですね。実は残念ながら、このどこで落ちるのかというのを見分ける便利な方法はありません。ですので、ここに関しては何回も繰り返して練習をして耳を鳴らしていく必要があります。その耳の鳴らし方なんですが、この日本語教育のように、はいが続いてどこかで落ちるという単語はよくあります。そしてどこで落ちているのかというのを判別する必要があります。ですので、まず一つ皆さんに感じてほしいのは、このはいが続いている感じですね。はいが続いている感覚を少し身につけていただきたいと思います。例えばこの日本語教育の場合は、日本語教と上4拍続いていますね。日本語教とはいが4拍続いています。このはいが続いている感覚をぜひ皆さん身につけていただきたいと思います。なんとなく上の方で声がちょっと上ずっているような感覚、わかりますか？本語教、本語教、ふん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 と、ちょっと喉の上の方で高い声を出して、それが続いているような感覚ですね。まずはこの高いところで声がちょっと上ずっているような感覚というのを皆さん繰り返し声に出して身につけてみてください。そして次に落ちるところですね。今日と落ちるところですけれども、その落ちるところに関しては猫と基本的には同じパターンになりますね。日本語今日、猫、今日、猫と同じパターンになります。ですので、このはいが続いて声が上ずっているような状態からどこで猫が出てくるかというのを探るようにしてみてください。ちょっと声が上ずっている、ちょっときつい状態から猫と下がるところがあるはずです。これで探してみてわかる方はそれで大丈夫です。この途中で猫と下がるところがちょっとわかりにくい方は、例えば今の日本語教育の今日のところで落ちないパターンで発音してみてください。例えば今日と下がらずにも高かった場合、も高かった場合は日本語教育、教育になりますね。で落ちている場合は教育。ただ、もはいになってしまうと、教育。アクセントが変わってしまいますね。日本語教育になってしまいます。ですので、確信は持てないけど、この辺で下がってるなと、この辺が怪しいなと思った場合には、そこではいのパターンとローのパターン、両方考えてみてください。はいで続いている場合は、さっき言ったちょっと声が上ずっているような状態ですね。ですね。このはいが続いてどこかで落ちるという感覚はやはり少し練習が必要になると思いますので、私が今お話ししたことを手がかりとして何度も口に出して練習をして
感覚を身につけていってください。ここで少し練習をしてみましょう。アメリカ合衆国。アメリカ合衆国。これはまず頭がアメと上がっています。上がっているので、どこかで下がる。または下がらずにずっと高いままということになります。さあ、先ほどの考え方でどこで落ちているのかわかりますか？アメリカ合衆国。わかりましたか？どこで落ちていますか？小さいつは発音されないので少し難しいんですが、その場合は大きいつで代用していただいても大丈夫です。アメリカ合衆国。これでいかがでしょうか？実はこのようになってます。州で下がってますね。アメリカ合衆国。アメリカ合衆国。アメリカ合衆とずっと音が上ずってますね。ふん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 。で、ふん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 となっています。もう一つやってみましょう。パーソナルコンピューター。これはいかがでしょうか？パーソナルコンピューター。パーソナルコンピューター。これはこうですね。パーソナルコンピューター。ピューですね。パーソナルコンピューターとなっています。いかがでしょうか？ちょっと難しいですけど、この上ずってどこかで落ちるという感覚がちょっと分かったんじゃないでしょうか。ふん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 という感じですね。この頭が上がって始まるパターンのものを何回も口に出したり、アクセントを確認したりして練習してみてください。先ほど共通語には2つのルールがあると言いました。1つは頭の2拍の高さが必ず違うということ。もう1つは一度下がったらもう上がらないということです。この2つのルールがあるため、実は共通語のアクセントはいくつかのパターンに分けることができます。まず1つは、初めに下がってそのまま下がりっぱなしのパターンですね。これは1拍目だけが高いので頭高型と言われます。例えば、猫、タヌキ、韓国。これはすべて頭の1拍目から2拍目にかけて下がってそのまま下がりっぱなしですので、この頭高型になります。そして次は一度上がってそして下がるというパターンです。これは単語の中が高くなるので中高型と言います。例えば、話す、考える、熱い、面白い。こういったものが中高型になります。はじめに上がってどこかで落ちているものですね。この例のように動詞や意形容詞に多いアクセントパターンです。そして次に、はじめに上がってそのまま上がりっぱなしのもの。これをお高型と言います。語の頭が低く、その後がずっと高いですので、お高型と言われます。例えば、犬、男、妹。こういったものがお高型になります。まず、この3つのパターンを基本として覚えてください。そして、ここからまたちょっと面白い特徴なんですが、今挙げた例の後ろに、がやとのような助詞をつけてみましょう。例えば、猫がや話すとや犬がとなりますね。ここで皆さん、このがやとの助詞のアクセントはどうなっているでしょうか？まず頭高と中高に関しては、
語の後ろですでに下がっているので、そのまま助詞も下がりっぱなし、ローになります。そして、小高型、犬がに関しては、犬と上がって終わっているんですが、実は助詞がで下がっています。犬がと助詞で下がります。ですので、この3つのパターンは助詞で全てローになるというふうに覚えてください。助詞をつけてみると、この3つのパターンは実は助詞が全てローになります。そして実はこの助詞をつけた場合に助詞もはいになるパターンが存在します。この4つ目のパターンは平板型と呼ばれています。この平板型は小高型のように上がって上がりっぱなしで終わり、その後の助詞も上がりっぱなしというものです。例えば、星や押すですね。先ほどの小高とこの平板を比べてみましょう。例えば、犬と星は同じアクセントになります。ロー、ハイですね。犬、星と同じになります。ただ、助詞がをつけてみましょう。犬が、先ほど見たようにがはローになります。ただ、星はどうでしょう。星がと、ロー、ハイとなっています。犬がと、星が、ハイなのがわかりますか？なので、犬と星は一見同じアクセント型に見えるんですが、実は厳密に言うと違うパターンになります。この助詞がはいになる平板型というのもとても面白いものですので、ぜひ覚えておいてください。このように助詞まで含めて考えると、この4パターンになります。そして助詞まで含めると、一拍の言葉もこのアクセントパターンに分類することができます。日本語のアクセントは基本的に相対的な高い低いですので、一拍一文字の言葉に関してはアクセントを判別することができないんですが、この助詞まで含めて考えると、実はアクセントパターンがわかります。例えばこの2つどうでしょう。一つは日がですね。これは日がと下がっています。このパターンのものは頭高に分類されます。はじめの一拍目が高くて助詞が低いということで頭高に分類されます。そしてもう片方は日がですね。日がになります。これは平板になります。はじめが低く助詞が高くなりますので平板型に分類されます。改めて日本語の共通語はすべてこの4つのパターンに分類されます。ただ例外やもう少し考えなければいけない要素というのもあります。例えば皆さん、この言葉どんなアクセントになっていますか？赤い靴ですか？それとも赤い靴ですか？この赤いのように使っている人によって使い方が分かれる、アクセントが異なる場合もあります。ギターとギター、映画と映画のように必ずしもアクセントが一つに決まるわけではありません。また特に共通語話者ではない地方出身の方はその辺のアクセントが自分の地元のアクセントなのか、それとも共通語のアクセントなのかというのを見極めるのが結構難しい時もあると思います。そういった場合はアクセント辞典やアクセントが掲載してある国語辞典などもありますので、そういったものを活用してみてください。それからアクセントのルールは実はとても複雑で、言葉と言葉、2つの言葉がくっつくことでアクセントが変わるといったこともあります。例えば今日見た日本語教育という言葉ももともと日本語と教育という2つの言葉です。それをそのままくっつけると日本語教育です。日本語教育ですね。ただそうではなく日本語教育という風になりますのでアクセントが変わっていますね。
そのアクセントの変化のルールはとても複雑ですので、今回はやりませんが、このアクセントが変わるということがあるよということだけは覚えておいてください。それから、この動画を見ている方の中には、これから日本語教育能力検定試験を受けるという方も結構いると思います。日本語教育能力検定試験での音声の問題はかなり難しいです。というのも、今回は共通語の2つのルールにのっとった4つの分類、頭高、中高、小高、平板、この話をしました。これはあくまで共通語で正しく発音された場合の4パターンです。日本語教育能力検定試験では、学習者の間違ったアクセントを聞いて、それがどのパターンになっているかという問題が出題されます。その場合は私が今回紹介した2つのルールは当てはまらないことになります。学習者の間違ったアクセントの高低の判別が必要になってきます。ですので、そういった問題に対応するためには、やはり今回私がお話しした基本を念頭に置いた状態で、いろいろなアクセントパターンのものを聞いて、実際に口に出してみて、その音の感覚を身につけていただきたいと思います。実際にある言葉のアクセントをしっかり知るというのも一つです。また、間違ったアクセントを自分で作ってみて、それのロー、ハイを判別したり、実際に自分で声に出してみたりといった練習も有効だと思います。例えば、日本語教育という言葉をめちゃくちゃに発音してみます。日本語教育。この日本語教育というのがどこがローでどこがハイになっているのかというのを考えたりしてみてください。また逆に自分でロー、ハイ、ロー、ハイとデタラメに高低を書いてみて、それに合うように発音をするといったような練習も有効だと思います。日本語母語話者の正しい発音のアクセントの判別と間違った音声のアクセントの判別。いずれにしてもある程度音の感覚を身につけることが必要になってきますので、そういった練習を繰り返しやってみてください。はい、今回の動画は以上です。まずは共通語のルール2つ。これは必ず覚えましょう。1拍目と2拍目はロー、ハイか、ハイ、ロー。そして一度下がったらもう上がることはない。というこの2つのルールはとても大切なルールです。そして初めがロー、ハイだった場合はどこまでハイなのか、どこで落ちているのかということを判別する必要があるので、その声がちょっと上ずって落ちるという感覚を身につけるようにしてみてください。そしてそのルールにのっとっていくと、日本語の共通語のアクセントは4つのパターンに区分されます。頭高、中高、小高、平板ですね。それぞれの言葉がこの4つのパターンのどれに分類されるのかというのはすぐにわかるようにしておきましょう。では今回はここまでです。今回の動画が音声が苦手だと思っていた方の助けに少しでもなっていればと思います。これからも引き続き練習をしていって、その音声の感覚を身につけていってください。ではまた。